はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ キャスタープロです。発売から結構時間経っちゃったね。インプルーブドベースバージョンが不良品で、しばらく制作を止めてたから。しかも、届いてからしばらく聞けなかったんで、不良品に気づいたのが1ヶ月後だったし、そういう経緯でレビューがすっかり遅くなっちゃった。そうでしたね。キャスタープロもキャスター同様、ハーマンターゲットバージョンとハーマンターゲット with インプルーブドベースバージョンがあります。ちょっと長いので、今回は HT バージョンと IB バージョンと故障しますのでご了承ください。キャスターってどんなモデルだったっけ？忘れちゃったの？エントリークラスで価格は2000円台、チューニングスイッチ付きでお得感あり、2TT モデルでバージョンが2つ、低価格で音質いいから人気モデル。迷ったらこれ買っとけば OK 的な感はあるわね。そっかー、2DD モデルでチューニングスイッチ付き。思い出してきた。見た目の比較はこんな感じで、大きさ違うでしょ？そうだね。数字で見るとこんな感じ。プロの方が少しずつ大きいね。重さは？重さもプロの方がちょっと重め。もともと金属部分が多めだから重めなのよね。なるほど。音漏れは？ここから少し漏れてくるけど、家の中で確認してそんなに気にならない程度。満員電車ではちょっと気をつければいい程度かな。内部的には 8mm と 10mm のドライバーだったキャスターから 10mm が2機になって中高域が強化されたということだね。ドライバーの厚みも変化し薄くなっているようです。そうだね。その分内部に余裕ができているように見える。配置も手前が低域で奥が中高域以上という役割になっていて、キャスターとは逆。そして重ね方を少しずらして配置されている点も面白いね。実際音質にも変化ありましたものね。想像していた以上に違いを感じた。じゃあ波形比較いってみよう。まず HT バージョン同士の比較から。あれ？プロ HT バージョンの方が低域軽め、高域強めで派手な印象なんだね。そんな風に見えるよね。次は IB バージョン同士の比較。基本カーブは結構似た感じで4から6キロ過ぎまでが大きく違ってるんですが、 HT バージョンの比較と並べてみます。キャスタープロはどっちのバージョンもこの帯域を落としてるってこと？そう、意図したチューニングなのは確かだし、聞こえ方も変わってくるでしょ。確かにね。じゃあこれは覚えておこう。次はチューニングスイッチの波形変化を見てみよう。まずプロ HT バージョン 2DD だから低域と中高域以上で変化をつけられるのはキャスターオリジナルと同じ。 1DT だと KZ テニスの時のように低域だけってこと？ KZ のモデルはそういう仕様が多かったと思う。変化幅は見慣れた感じだね。この2つのカーブではレベルも上がってきてる。プロ HT バージョンだと個人的にはこのスイッチパターンはほぼ使わないだろうな。プロ IB バージョンも見ておこうか。これも変化幅はキャスターオリジナルと同じ傾向だね。もともと低域重視のチューニングにさらに2ステップでレベルを上げるスイッチ1と2。高域側はといっても 300Hz ぐらいから変化あるけど、これもキャスターオリジナルと傾向は同じ。 IB バージョンのスイッチ3と4は結構有効に機能するね。サウンドチェックはキャスター4モデルの比較なんで、いつもとちょっと画面を変えてるんだ。左下にタイムラインを入れて次のモデルがわかるようにしたのと、右下には曲ごとにワンポイントコメントを入れてる。情報量が多いんで何度も見てもらえると4モデルの違いが結構わかるんじゃないかな。音調整の基準はオリジナル HT バージョンにしているんで、オリジナル HT バージョンを装着して聞くとベストだよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ドチェックでした。4モデルの比較ということで、いつもより長く聞いた分、違いがよくわかりました。HT バージョン同士の比較、低域の違いはあまりわからなかったけど、中高域以上の印象は結構違ったね。詳細は直接音を聞いてもらったから省略するけど、プロ HT バージョンの広域にところどころ金属的な部分があったかな。オリジナル HT バージョンのバランスをさらに広域に寄せた感じがプロ HT バージョンといったところ。空間はプロ HT バージョンの方が少し広い感じしたけど、すぐ慣れちゃったんで極端な差はないかな。個人的にはスイッチ1100セッティングにしてもちょっと低域に物足りなさを感じた。なのでオリジナル HT バージョンよりもっと広域が欲しければプロ HT バージョンをどうぞ。IB バージョン同士の比較はこの辺りの出方の差がそのまま音に反映された感じで、オリジナル IB バージョンの方が広域は明るい。だけどオリジナル IB バージョンで広域をもう少し落としたいと思った時、チューニングスイッチでは対応できないのが弱点かも。プロ IB バージョンなら0010と0011で低域以外を持ち上げることができる。低域はそのままでいいの？かなりしっかり出ているんで、個人的にはこれ以上は上げたくないな。量感優先であまり細かいニュアンスの表現は得意じゃないからね。ただドライバーの役割が分かれているんで、別レイヤーから低域が聞こえてくる感じだね。広がりに関してはどうですか？広域を抑えている分やや曖昧ではあるけど、私はプロ IB バージョンの方が少し広めに感じたよ。ボディが一回り大きくなってドライバーが薄くなった分、内部に余裕ができたからかもね。まとめるとオリジナルキャスターの2モデルより低域広域がよりワイドになったって感じかな。質問来てたけど、プロ IB バージョンで好きなスイッチセッティングはどれなの？個人的にはこのどちらかのセッティングがいい。低域は結構強いんで触らない。広域を2ステップでボーカルやハイハットの刻みの出方に合わせて調整するのがシンプルでいいから。あとはこんな感じで EQ 入れるかもだけど、ベース強調バージョンでそれやったらちょっと邪道な気もする。そんなとこかな。オリジナル IB バージョンはそのまま聞いても広域が出るのがグッドポイント。プロ IB バージョンはデフォルトで柔らかい広域をスイッチで調整していく点がグッドポイントってことでいい？そうだね。あとは好みに合わせて選べばいいと思うよ。4モデル全て買っても1万円しないけど、絞り込めればベストだろうからね。だよねー。ということでキャスターとの比較を交えながらのキャスタープロのレビューでした。じゃあまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。